どうもベルです。今回は Doom Stay で、強くなるための、効率的な育成方法について、語っていこうかなと思います。こちらの動画は、前回の動画の続きとなっておりまして、前回の動画を、ご視聴いただいてない方は、概要欄より、前回の動画をご視聴いただいた方が、この動画をより、楽しめるかなと思いますので、ぜひそちらをご視聴いただけると嬉しいなと思います。前置きは、このくらいにしておきまして、早速やっていきたいなというふうに思うんですけども、今回は、装備とパーツ、そしてヒーローですね。こちらの、効率的な育成方法について、語っていこうかなと思います。まずは、装備とパーツからやっていこうと思うんですけども、装備とパーツは、現状、ここでめちゃめちゃ大きな差がつくことは正直あまりないです。ただ、その一方で、大きな土台になっている部分で、これらは、各部隊に対して上げていくのではなくて、一つ上げていけば、全部の部隊に、そのバフが適用されるということもあって、軽視してはいけない、項目になります。装備とパーツ、分けて話していこうと思うんですけども、まずは装備ですね。これらは、強化していくのに、こちらの、防御用生地と、カーボンスチールが、必要になるわけなんですけども、もうとにもかくにも足りなくなるのはカーボンスチールですね。で、カーボンスチールは、週末のアリーナと、ハンティングアンペーレが、主な入手経路になるんですけども、一応他の、イベントとかでも、少し入手できたりするんですけども、基本ほんとビビたるもので。あとは、リップショップですね。そちらでも、入手できるんですけども、こちらは正直、めちゃめちゃ割高です。ほんとよほどのことがない限り、もう買うべきではないというところで、実質的に入手ルートっていうのは、先ほどの、週末のアリーナと、あとはハンティングアンペーレ。こちらですね。この二つに、この二つと、あとは課金ですね。そちらに、絞られているのかなと思います。で、こちらの装備、どの順番で育成していくべきかですよね。ここ結構悩んでいる方、多いんじゃないかなというふうに思ってるんですけども、まずこの装備で、とにもかくにも大事なのは研究速度です。もう T6 を解放された方は、研究速度は、必要ないと思うんですけども、T6 を解放するのに、もうめちゃめちゃ時短が必要なので、その時短を、少しでも減らせるっていう意味で、もうめちゃめちゃ価値があります。で、この研究速度を上げていくために、ボトムを優先的に強化していきましょう。で、このボトムが、レジェンドまでは、基本的にはもうこのボトムを、最優先で上げていきつつ、ただ必要な素材っていうのは、もうどんどん多くなるので、ボトムがレジェンドになる前に、その他の装備も、青か紫あたりに、しておくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、他の装備も上げる理由としては、こちらの、属性効果ですね。これなんですけども、3箇所もしくは7箇所が、そのグレードの、装備になっていれば、その分のバフが、獲得していくことができるので、地味に大きいです。なので、ある程度上げていく必要があるのかなと思います。で、その後なんですけども、戦闘する場合は、こちらのバックパックと、あとは、部隊規模の拡大のために、こちらの、ジャケットです。ジャケットではないですかね。アーマーですね。そちらを上げていくのがいいんじゃないかなと思います。あとは、尖らせている陛下があるのであれば、その陛下の攻撃と防御、そちらも上げていくのもいいんじゃないかなと思ってます。私の場合は、射撃がメイン陛下なので、射撃の攻撃を上げるために、ライフルも優先して上げています。で、最初の話に戻るんですけども、装備はもう本当に育てていくのが大変で、エピック以降とかは、一つ上げるのに、数百個のカーボンスチールが必要になるので、本当に育成が大変ですね。じゃあそのために、じゃあアリーナで、毎週に20以内に入って、カーボンスチールを、
入手していくっていうのはもう必須になりますので、前回の動画でお伝えした、もう安定した先行地域でプレイしていくっていうメリットが非常に大きいのかなと思ってます。あとはアンペーレも非常に大きいので、同盟選びの際には、アンペーレの開催時間も、開催時間も鑑みて、同盟選びをしていただくのがいいんじゃないかなと思います。で、この装備なんですけども、課金していくべきかっていうところですよね。で、ここなんですけども、しなくて OK です。毎月じゃ100万円とか使ってて、でも装備をもう早く、じゃ全て赤色にしたいとか、もうほんとよほどの理由がない限り、現状装備への課金っていうのはお勧めできません。で、なぜかというと、まず第一として、課金で獲得できる、カーボンスチールの量っていうのは、正直かなり少ないんですよ。必要な素材の量が多すぎて、もう数万円使っても全然バフ上がんないんですね。なので、もう装備についてはもう課金せずに、もうアリーナとアンペレで、コツコツ集めていって、育てていただくのがいいんじゃないかなと思います。では次に、パーツについてやっていこうと思うんですけども、このパーツ、最高ランクの、エクセレントですね。そこまでは正直無理です。ただ、ある程度までは、育成するべき、項目になります。このパーツ、アップグレードしていくことで、どんどん、高いバフを、獲得していくことができるんですけども、グレードが、基本からエクセレントまでありまして、必要な素材の量っていうのは、1グレード上げるにつれて、もう、加速度的に必要な素材の量っていうのは増えてきます。ただ、じゃあ必要な素材の量が、じゃあ2倍になったからといって、ステータスが2倍になるわけではないので、そこはちょっとまだ救いなのかなと思ってるんですけども、まず、各兵科の、歩兵と射撃と、騎兵の、攻撃、防御、HP。これらのバフを上げられる箇所が、各2箇所ずつありまして、あと真ん中の、バックパックだけは、スキルダメージと部隊ダメージと部隊ダメージ軽減。これらを、つけることができるんですけども、もう優先すべきは、もうスキルダメージと部隊ダメージと部隊ダメージ軽減です。本当にここの効果っていうのが、もうめちゃめちゃでかいので、もう最優先で上げていきましょう。ただ、この各兵科の攻撃防御 HP の箇所と比べて、素材の必要量っていうのは2倍なんですよね。で、それに加えて、アップグレードするごとに、素材の必要量っていうのは、1.5 倍から3倍ほどに、前回と比べて、増えていくわけなので、スキルダメージと、部隊ダメージと、部隊ダメージ軽減を優先していきつつ、他のものも、まんべんなく上げていただくのがいいんじゃないかなと思います。イメージとしては、このスキルダメージと、部隊ダメージと、部隊ダメージ軽減。このグレードより、1個下のグレードで、他の、各兵科のバフのところを、揃えていただいて、で、それを揃え切ったら、じゃあまたスキルダメージと、部隊ダメージと、部隊ダメージ軽減。これらを上げていく感じですね。で、私だと、今、スキルダメージと、部隊ダメージと、部隊ダメージ軽減が、レジェンドなので、で、各兵科のバフっていうのは、1個下のグレードのエピックで揃えてます。で、次は、スキルダメージと、じゃあ部隊ダメージと、部隊ダメージ軽減を、じゃあスプリに、赤色にしていこうという感じですね。で、またこのスキルダメージと、部隊ダメージと、部隊ダメージ軽減。どれから上げていくべきかっていう、ところなんですけども、これはもうスキルダメージを最優先。で、次に、部隊ダメージ。そして最後に、部隊ダメージ軽減を、上げていくのがおすすめです。このゲーム、もう本当に、スキルゲーなので、もうそのダメージを上げていくっていうのが、もうめちゃめちゃ効果が大きいです。またこれらの、パーツを上げていくためには、高分子材料と、セラミック複合材と、
ポリカーボネートと、あと断層パーツ。これらが必要になるんですけども、これらの素材は、課金だったり、あとは4週間に1回来る、ブラッディブランデーですね。そちらで入手していくことができます。で、ブラッディブランデーイベントについては、簡単に言うと、ジェムで、パーツの素材ガチャを引けるイベントになるんですけども、もうめちゃめちゃ美味しいです。ジェムの非常に、効率的な使い道の一つなので、ぜひ来たら、回していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。一応概要欄の方に、以前回した時の、動画のリンクを、貼ってますので、気になる方は、そちらよりご視聴いただけると、嬉しいですというところなんですけども、これらの、パーツの材料、実は、不足してしまう材料というのが存在します。で、それが何かというと、こちらの、高分子材料です。ただ、ちょっとここ複雑なのが、序盤は結構この高分子材料余ると思います。ただ、いずれは、高分子材料がもうめちゃめちゃ不足します。で、これなぜかというと、高分子材料って、招待スキンのルーレットを引いてるときって、めちゃめちゃ余るんですよ。ただ、もう招待スキンを、コンプリートしちゃって引かなくなると、この高分子材料っていうのが本当に足りなくなります。で、あと、パーツの材料箱ですね。それらから、高分子材料っていうのは、出づらい上に、あとは、ブラッディブランデーの方でも、入手できる、ブラッディブランデーで入手できる量っていうのも、他の素材と比べると若干少ないんですよ。で、しかも、それに加えて、こちらの、生成ですね。これらでは、アイランドレイドと、初頭レイドで、入手していくことのできる、金のナノコーティングを、使用していって、装備のレベルを上げていくことのできる要素になるんですけども、これでも高分子材料を使うんですよね。で、生成の優先順位については、一旦置いておいて、とにもかくにも、高分子材料不足っていうのは、本当に深刻なので、高分子材料が入手できる機会があれば、現状余っていたとしても、積極的に入手していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。またこのパーツについては、一つの目標地点として、すべて青にして、バックパックのダメージ系バフの3種は、紫。こちらを一つの目標にしていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。すぐには難しいと思うんですけども、無課金の方でも、ジェムを無駄遣いせずに、ちゃんとブラッディブランデーで使っていけば、全然達成できるので。今ほんと戦力が、じゃあ1億あっても、もうパーツ全然やってない人って結構いて、もうそうなると、じゃあその差で、じゃあちゃんとやってる人と、10% 以上バフの差がつくんですよね。じゃあこの 10% って、すべての部隊に関わってくる話なんで、思ってる以上に大きいです。なので、もうジェムは無駄遣いせずに、貯めていって、ブラッディブランデーで、ブラッディブランデーでガチャを回して、パーツをアップグレードしていくのがいいんじゃないかなと思ってます。で、あと課金者の方であれば、パーツ系の課金パックを、強化していくっていうのも、全然ありです。費用対効果は、十分にありますので、全パーツを紫にして、バックパックのダメージ系バフをもうオレンジにするくらいまでは、もう全然やっていいですね。もちろんめちゃめちゃ課金できる方は、それ以上やっていくっていうのもありなんですけど、これ以降って本当に必要数やばいので、バックパックの、ダメバフ30子。これを、スプリームにするくらいまでで止めちゃっていいのかなと思ってます。ほんとそれ以上については、もう正直かなり割に合わなくなってきて、もうこのパーツをじゃあそこまで上げるくらいだったら、並走だったり、もう別のコンテンツやった方が強くなることが多いのかなと思ってます。また先ほど話題に出てきた生成なんですけども、これどれを優先してあげるべきかですよね。で、これについては明確な答えがありまして、もう最優先でバックパックのレベルを上げていきましょう。
バックパックのレベルを上げると、死亡率低下と、部隊の移動速度の、バフを獲得していくことができます。で、この移動速度のバフっていうのは、もう非常に大きいですし、死亡率低下も、将来的に、闇の封鎖とかで、バンバンシェルターを燃やしていくってなると、かなり効果あるので、ぜひ優先してあげていただくのがいいんじゃないかなと思います。ではこちらで、装備とパーツについては、以上になるんですけども、ほんと結構、大変な項目で、なかなか軽視しがちではあるんですけども、ちゃんと効率よくやっていくことで、しっかりと、差はついていきます。なのでぜひ、力を入れてやっていただくのがいいんじゃないかなと思います。では、次にヒーローですね。こちらを見ていきたいと思うんですけども、ヒーローの強さについては、以前のヒーローティアリストシリーズで、どのヒーローが強いかというところだったり、各ヒーローの詳細な解説については、ヒーロー詳細解説シリーズで、やったので、気になる方は、そちらご視聴いただけると嬉しいなと思うんですけども、多くの方が悩まれていることって、じゃあ強いヒーローたくさんいるけど、じゃあ結局、誰育てればいいんだっていうところですよね。で、これについては、人によってっていう、ことにはなると思うんですけども、まず、私がお勧めしたいのは、歩兵と、射撃と、騎兵。この3兵か、すべて各1部隊ずつ作っていきましょう。そして3部隊。計6名の、計6名のヒーローに育成するヒーローっていうのは、絞っていって、その6名のヒーローを、まず全て覚醒することを目標としていきましょう。大前提として、今の強いヒーローって、もう覚醒させなくても、ぶっちゃけ強いんですけども、覚醒してこそ、その強さが際立つヒーローっていうのが非常に多いんですよね。結構いろんなヒーロー、らせたくなる気持ちっていうのも、本当わかるんですけども、もうそこをぐっとこらえて、でまずは、各陛下ごとに、1部隊ずつ、もう強い部隊っていうのを、もう覚醒させていく。もうそうすることで、もうちゃんと野戦で戦っていけるようになります。まんべんなく育てても、結局、どうしても使わないヒーローっていうのが、出てきてしまうので、もうまずは使う部隊をもう最大限活躍できるように覚醒させていきましょう。じゃあどのヒーローがおすすめなのっていうところだと思うんですけども、まずは歩兵からいきましょう。で、歩兵についてなんですけども、歩兵は、このトムとサンダー。もうこの二人を全力で育てていきましょう。まずトムから行こうと思うんですけども、トムは、歩兵の中で、最も汎用性が高くて、高くて、ちょっと一応サンダーについても、先に軽くご説明しようと思うんですけども、サンダーは、もうサンダーか、もう、それ以外かで、もう駐屯の際の性能が、もう180度違うレベルの、もう最強駐屯ヒーローで、もう絶対に育てるべきヒーローです。で、トムは、こちらの、ガチャですね。こちらですね。こちらに入手することができまして、で、サンダーについては、トップ司令官イベントの、歩兵の回で入手することが可能です。でもほんとサンダーについては、もうこのゲームのもう最強駐屯ヒーローで、もう強いプレイヤーっていうのは、もう絶対にサンダーを駐屯で使ってます。本当強い人がサンダー以外で駐屯してたら、むしろサンダーじゃないから、もうすぐ落とせるから、もうラッキーみたいな感じになるくらい、サンダーの性能っていうのはもう圧倒的なので。なのでほんとサンダーが入手できる、もうトップ司令官イベントが来た際には、もうぜひ気合を入れて入手していただくのがいいんじゃないかなと思ってます。では次に、射撃ヒーローですね。こちらなんですけども、まずはルイですね。彼は私、全ヒーローの中で、一番育てるのをおすすめしているヒーローで、もう彼は何と言っても、もう汎用性の高さ。もうこれが極まってます。野戦でも、まず最強クラス。そして駐屯もできる。さらに、ラリーもバンバン打っていけるっていうところで、もう性能面で、火の付けどころっていうのはありません。
ただ、現在、彼を入手する方法っていうのが、デイリーブースターのみなんですよね。昔だと、ラッキールーレットで入手できたんですけども、今だと、デイリーブースターのみというところで、ちょっとハードルがありますね。ただ、もう課金できる方は、この類、もう入手だけでもいいので、もう必ず取りましょう。で、その後はもうデイリーブースト、毎日買っていって、育てていくっていうのも、非常におすすめなんですけども、とりあえず、入手さえしちゃえば、彼を使えるようになって、じゃあもうその後は、レジェンドのかけらを使って上げていくことができるので。でも、彼を使えるドゥームズデイと、彼を使えないドゥームズデイで、もう世界っていうのはもう全く違うので、もうぜひ課金できる方は、もう入手だけでも、していただくのがいいんじゃないかなと思います。で、射撃、もう一人なんですけども、私は、チュンを押してます。で、一応もう一人の候補として、ジュリアがいるんですけども、チュンとジュリアを比較したときに、火力が出るのはチュンなんですよ。あとは、先ほどのルイっていうのが、範囲攻撃なので、なるべく範囲攻撃のヒーローと組ませたくて。で、範囲攻撃持ってるのは、チュンの方で、なおかつ、あとは移動速度ですね。この観点からも、私はチュンを育てることを非常にお勧めしたいなと思ってます。チュンはラッキールーレットで入手が可能なので、ぜひチュンのラッキールーレットが来た時は、かけらを集めていただくのがいいんじゃないかなと思います。では最後に、騎兵ですね。で、騎兵はもう簡単です。ベラと、エレナ。もうこの二人を育てていきましょう。もうどちらも非常に火力が高い上、もう移動速度っていうのがめちゃめちゃ速いので、もう大活躍間違いなしです。ただ、ベラだ、ベラとエレナは、どちらもラッキールーレットで入手が可能というところで、並行して育成していくのが少し難しいです。なので、ベラに関しては、デイリーブースターの方で早めに変えることもあって、課金ができる方は、もうデイリーブースターで集めていきましょう。で、デイリーブースターは、もうまずルイを集めていって、じゃあルイが覚醒したら、もうその次はもうベラで OK です。で、その後に、ですね、ベラをデイリーブースターで育てていって、で、エレナはラッキールーレットで集めていく。こちらが良いのかなと思ってます。また騎兵に関しては、トップ司令官で入手することのできる、スベンも、ヒーローティアリストシリーズの方で、ベラと同じ A ランクというところで、ご紹介させていただいたので、彼はどうなのかと、疑問に思われた方もいらっしゃると思うんですけども、彼ももちろん強いです。ただ、騎兵の中で、じゃ汎用性と強さ、どちらも考えたランキングを作ったときに、正直、もうエレナとベラが、同率1位になるくらい頭一つ抜けてるんですよね。なので、今回は、スベンではなく、ベラとエレナを、お勧めしています。ただ、騎兵2部隊にしていくときについては、もちろんスベン、使っていきますし、騎兵のラリーを打つときには、スベンは、騎兵の中で最も優秀な、ヒーローになりますので、エレナとベラの育成が終わった後に、育成していただくのがいいんじゃないかなと思います。あとは、元祖、覚醒しやすいヒーローのキャサリンですね。彼女はどうなのかと、疑問に思われた方もいらっしゃると思うので、少し話していこうかなと思うんですけども、彼女は今から育成するならば、覚醒させなくて OK です。昔だったら、入手できるヒーローの種類っていうのが、序盤だと、もう今の3分の1以下で、強いヒーローっていうのが、もう全然いなかったので、キャサリンもう大活躍だったんですけども、もう今って、もう最強ヒーローをすぐに入手できる環境なので、キャサリンを覚醒させても、そのコストに見合う活躍っていうのは、正直難しいのかなと思ってます。騎兵2部隊運用する場合だったら、騎兵の2部隊目で、使っていけるんですけども、じゃあ今から育てていくってなった時に、2部隊目までを覚醒させるのに、結構時間かかっちゃいますし、
おそらく今後も新しいヒーローが追加されていくと思いますので、無理にキャサリンを覚醒させる必要っていうのは正直ないのかなと思ってます。キャサリンは、こちらのVIP 専用宝箱ですね。そちらで購入していけるんですけども、覚醒させるまでに、だいたい合計で3万円くらい、かかるんですけども、今から、じゃあ彼女を覚醒させるのに、じゃあ3万円使うんだったら、他のものに課金してった方が全然強くなれます。例えば、デイリーブースターも、そうですし、あとはもうパーツだったり、あとはもう並走ですね。もう絶対にそっちの方が強くなりますので、もうどうしてもという理由がない限りは、彼女を覚醒させる必要っていうのはないのかなと思います。また今回は、ルイとベラの入手経路として、デイリーブースターをご紹介していったんですけども、デイリーブースターは、このゲームの中で、トップクラスにおすすめできる課金パックの一つです。加速もついてきますし、あとはこのかけらから、この宝箱から、かけらって結構手に入るんですよね。上振れと下振れが、結構でかいんですけど、引けるときはめちゃめちゃかけらを入手できるので、ぜひ、反らせていきたいヒーローがいる場合は、このデイリーブースターに課金していただくのがいいんじゃないかなと思います。今ってもうヒーローの数がどんどん増えてきたこともあって、もうヒーローの人数はたくさんいても、ちゃんとヒーローを覚醒させていけてる人っていうのは結構少なくて。ただ、ちゃんとその強いヒーローを覚醒させているかっていうのは、覚醒させているかどうかでもう圧倒的に変わってきますので、ちゃんとヒーローを育成しているということこそが、効率的に強くなる方法と言えるんじゃないかなと思います。あとは、サンダーの入手経路のトップ司令官ですね。こちらについては、最近大幅な仕様変更がありまして、トップ司令官も、効率よくやっていく方法だったり、あとはいろいろと、攻略要素ありますので、攻略要素もありまして、もうめちゃめちゃ本当に美味しいです、このイベントは。で、こちらについては、次回の動画でちょっと詳しく話していこうと思ってますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。はい。では、今回は効率的に強くなる方法ということで、装備とパーツ、そしてヒーローに着目していったわけなんですけども、どちらも本当に重要で、1億超えてる人でも、本当パーツちゃんと育成してないよっていう人だったり、全然ヒーローが、強いヒーローを育てていけてないよっていう人は、本当に多いので、ぜひ今回の動画が、参考になれば嬉しいなと思います。本来は、この動画で、残りの、強くなるための要素である、スキンと、あとは並走ですね。そちらも解説していきたかったんですけども、ちょっとこちらは、次の動画ですね。次回は、先ほどお伝えした通り、トップ司令官イベントの、攻略をやっていくので、その次に、お伝えさせていただこうと思ってまして、スキンと並走の何がやばいって、上がり幅が、一応上限はあるんですけど、これ青天井に近いんですよ。特に並走っていうのはもう上がり幅がもうあまりに大きすぎて、並走の強さイコール、その人の強さって言っても、もう過言ではないレベルになってきてて、今。並走を効率よく育てていくことで、結果的に自分の強さっていうのに、もう直接結びついてくると思いますので、ぜひそちらもご視聴いただけると嬉しいなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録および概要欄より X のフォローしていただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。